はい、こんにちは。今日はね、輸送ロケットやっていきたいと思います。今いるスタート地点の近くにある空中遺跡、あの上に何か建物を作ろうと思ってるんだけど、そのために必要な資材を持っていきたいということで行ってみましょう。まずこの前使った宇宙ロケット、こいつを分解して使うことになるんだけど、その前にね、まずこれであそこに登れるかどうか試してみましょうか。月まで到達した実績があるので、高さ的には問題がないのは分かってるんだけど、やはり横向きの移動が絡むと難しいかもしれない。単純に荷物を運びたいだけなら飛行機とかヘリとか使った方が楽なんだけど、今回はいずれ月に資材を持っていくための練習でもあるので、ちょっと待ってね。これね、たまに爆発することはあったんだけど、なんか頻度が上がってるかもしれない。この角度から見てみると、これもしかしたらだけど、ちゃんとくっついてない部品があるかも。月に行った時は上に向けてたので、もしかしたら燃料がポロッと落ちてもどこかに引っかかって助かる可能性が高くって、今は斜めに向かってるからポロッと落ちる可能性が高いとかかな。上に向かう分にはうまくいく可能性が高かったし、今回はどうせ後から組み直すのでこのまま進めます。今のは惜しかった人間一人の場合だとパワーがありすぎるので、途中で切るってな操作が必要になるんだけど、ちょっとタイミングが難しいかな。そんな感じで何回もやってるんだけど、よっしゃ、地面をうまく掴むことで飛び跳ねるのを踏ん張りました。ロケットは落ちちゃったんだけど空中遺跡に乗ることはできたので、とりあえずクリアってことで、なかなかいい風景ですね。改めて見るとまだ行ったことがない範囲は広いので、しばらく退屈はしないかな。よし、では実際に資材を積んで同じように空中遺跡にたどり着けるか行ってみましょう。まずさっきの空中遺跡の下のあたりまで部品を運びます。ロケットは今持ってる5つ全部使いましょう。燃料も今持ってる128キロ全部、これで足りるか？いや待てよ、足りない時は生産できるんだけど、それをやりだすとキリがないので、逆にこの燃料で運べるだけの荷物を目標にしましょうかね。で、持っていく資材としては生活に必要になる雑品もろもろ、プラスチックとベアリングは欠かせないし、どうせ持っていくなら適当な台車にしちゃいましょうかね。その他もろもろ資材を積んでいきます。植物の種はね、これ多分空中遺跡では育たないと思ってるんだけど、試してる人を見た覚えがないのでちょっと試してみます。この辺は平坦な場所が多いので荷物の運搬が楽ですね。とはいえちょっとした坂くらいはあったりするので、
よいしょ。よし、とりあえず到着。植物は今後必要になるかもしれないので、いくつかその辺に巻いときましょうか。では実際に組み立てていきます。ロケットは5基あるので、こいつに1つの電源で通電できるような配線をしていきます。上に燃料を乗せる想定なので、上の面が5つとも燃料に接触するように平らにくっつけるってのがポイントになりますね。あとはできるだけ均等に並べるってのもポイントなんだけど、大量の荷物を乗せるし人間が操作する想定なので、ある程度合わせとけば大丈夫じゃないかな。5つなので最後の1つのレイアウトが難しいんだけど、まあこんな感じか。燃料は後でバランスとか見ながら調整するとして、とりあえずざっくり半分くらいで、ちゃんと5つとも点火するかどうか試運転。1個だけ失敗してますね。数ミリ単位で燃料に接触してなかったみたいです。こういうのは組み立て方次第では後で気づくとすごく修正しづらくなることがあるので、各段階ごとに動作確認するのをおすすめします。試しに人間が乗って飛んでみると、これも問題ないですね。目標地点をはるかに超えていきましたよし、じゃああとは荷物を積んでいきましょう。さっきの場所から持ってきた荷物に加えて草とか木材とかも積んでいきます。これで試してみると、さすがに重そう。いけるか？ダメか。多分6割くらいの高さまでいけてたと思うんだけど、まあここまでは想定内。燃料は適当にぶった切っただけだったので、ここから調整していきます。残りの燃料が70キロ。こいつを設計図で10キロ刻みにしていきます。ロケットは5つあるので、とりあえず10キロずつくっつければバランスを保ったまま飛距離が伸びるはず。くっつけやすいように形状は変えてるので、細かいところでは重心とか空気抵抗が変わるはずなんだけど、1つあたりは10キロのままなので誤差範囲でしょう。よし、これで行ってみましょう。あともうちょい最後の20キロも使えばいけるか。燃料を増やすとその分噴射する時間は伸びるんだけど、重量が増える分重くなって飛距離が落ちるっていうのもあるので、単純に増やせばいいわけでもないってのが難しいところなんだよね。で、さっきまではほぼ均等に燃え尽きるように作ってたんだけど、段階的に燃えるように調整してみます。同時に接触するロケットが複数あるとその分燃料が消費しやすくなるんだけど、それをうまく利用すると段階的に燃料が消えるようになります。消費しきった分重量が軽くなるってな仕組みですね。これなら燃料を単純に増やした以上の効果があるはず。惜しい
9割くらいのところまでいけたかな。ちょっとね、手応え的にさっきのは噴射音が悪かったので、もっぺん試してみます。おー、高さは届きましたね。ということはスペック自体は問題なさそうです。あとは運と微妙なコントロールで着地できるはずなので、このまま挑戦してみましょう。ロケットの噴射とか、あと多分風とかかな、それの影響で1割から2割くらい上昇効率が変わってきますね。人間が乗ってるのって微妙なバランスとかも影響するかもしんない。あー、今のは惜しいというか、一瞬ちゃんと乗ったんだけどまあ何度もやってると操作にも慣れてきたので、よし、なんとか乗れたか？乗れた？よし、ちょっとギリギリすぎて落ちそうなんだけどよし、改めて空中遺跡に上陸することができました。まあだいたい100キロくらいの荷物の運送に成功しましたね。じゃあ引き続き持ってきた荷物で何か建物を作っていきます。まずは植物の種で木が増やせれば資材の問題が一気に解決するんだけど、やっぱりダメか。植物4種類すべてダメですね。そもそも気温が低すぎるんだよね。まあ念のため試しただけなので、予定通り持ってきた資材を使っていきます。木材は床材として使いたいので、設計図で大きな木の板にします。ここまではいいとして、あれ？刃物がない。これさっき燃料を調整してる最中でいっぺん荷物を外して一部の荷物を付け忘れてますねしょうがない。草だったら太陽光パネルで切れるんだけど、切れ味が悪い。1枚切ったらあとは設計図で分断しちゃいましょう。これで壁とかを作っていって、ちょっとした展望台みたいな建物を作っていきます。ただね、プラスチックはどう考えても切れないですね。木を切るにも太陽光パネルの方にもダメージが入るので、どっちが先に割れるか。よし、何が困るって石も補修材も下に忘れてきてるんだよな。まあなんやかんやってとりあえず展望台が出来上がりました。これね、ど真ん中に建物作るとまた来る時に着陸できるスペースが減るので、それで端っこに作ってるんだけど、そのおかげで視界はかなり良好ですね。仕上げにお片付けともうちょい飾り付けをして、なかなかいい感じになったんじゃないでしょうか。ということで輸送ロケットやってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。以前空中都市ってのをやったことがあって、あれは現実のマチュピチュとかの遺跡みたいにまるで空中にあるみたいな意味の空中だったんだけど、今回はガチで空中ですね。で、本
来はここにもっといろんなものを揃えたかったんだけど、今回の燃料ではこれが限界でした。まあここはね、いずれ発展させていこうとは思ってるんだけど、今回メインだったのはロケットを使っての荷物の運送で、この技術はいずれ宇宙に荷物を持っていくくらいに発展させたいと思うんだけど、有識者から月にドローン製造機を持っていくにはロケット30個くらい必要ってなアドバイスをもらってるので、それを実現するのは当分先になりそうですね。まあロケット自体まだ十分に扱ってないので、いろいろ試していこうと思うんだけど、ロケットは水中でも動くってな特性を全然使ってないんだよね。ということで、次回はマリンジェットやっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。